皆さんこんにちは。ゆっくり研究員のレイムです。業務だよ。ゆっくり博士のマリサだぜ。労働者のイバンだ。今日も引き続きこの奴隷施設からの脱出を目指して、爪をトギトギしていこう。しかし博士、もう1日半何も食べていないですぞ。これでは先に飢えてしまいます。大丈夫だ、死なない程度の食事は提供されるらしいからな。与えられていないということは、まだ平気ということだ。どんな理論ですか？とは言ったって、ないものはないからね。いやまあそうだけどさ。はいはい、だったらピッキングちゃんと練習して、ご飯探してきなよ。確かに。で、博士、足かせ集めればいいんだっけ？タヌキマリサ作戦です。マリギツネな。というかなんだよマリギツネ作戦って。では説明しよう。まず前提。看守どもの移動速度だ。結構速いですぞ。だいたい時速20マイルのようだ。で、俺らは今時点の業務で、時速17マイル。そこに空腹によるデバフと、足かせ重量によるデバフがあって最終時速7マイル。そもそも最高時速すら勝てないですぞ。なんならここに、足かせの動きづらさデバフも加わる。今足かせはインベントリの中だからね。で、今見えないが、この裏で業務は追加の足かせを発注済み。ちょうど今足かせつけられたよ。そう、40kg に加えて動きづらさのデバフがあれば、その移動速度は大きく低下する。だから我々で足かせを蓄えて、看守どもにプレゼントすれば、きっと動きが悪くなる。まあやりたいことは理解した。で、マリギツネの由来はなんだ？それについてはだな。とある東の国の童話でな、ある狐が毎日人間に食べ物をひっそりあげていたんだ。ほうそれで？だからマリギツネ。理由なさすぎでは？博士さすがにもう少し何かあるでしょ。待てこの無垢な顔を見てみろ。もちろんないぜ。ですよね。まあそんなもんだろうとは。ともかく、今日はマリギツネ作戦の準備を行う日としたい。みんな、全力で足かせを集めるように。了解しました。さて、早速足かせを外して待っていると、このように監視さんが駆け寄ってきてくれました。監視さん俺も足かせおかわり。舐めてんのか？いえ、足が蒸れてつい外してしまうんですよね。そう、俺も同じくでして。こいつらにはまだ浄化されていない闇が残っているようだ。いやそんな。綺麗に浄化されてますよ。眠いんだから余計なことをしないでくれ。でもまた外しちゃうかもです。もう知るか。これじゃ1日に集められる数に限りが。ちゃんと集めてくれているようで何より。博士、やっぱり足かせ外したらお咎めなしで新しい足かせをつけてはくれますが。まあ、看守も寝るからな。数の問題は他の策を考えないといけないな。って博士？いや前も言っただろ？暗殺スキルも大事だと。そうですけど。監視さんが足かせをつけてくれるうちは、足かせ集めをすればよくて、足かせ集めができなくなったら、暗殺スキルを磨けばいいのかな？あるいはピッキングだな。では我々は今からピッキングの練習をしておきますね。と言ってもピッキングの練習だけだとすぐ飽きちゃうんだよね。マリギツネ作戦、試しにやってみていい？せっかくだ。足かせ2つでどれくらい効果があるか、確認しようじゃないか。でも業務、バレたらまたボコボコにされるよ。相手は寝起きなわけだし、すぐ檻に戻れば寝ぼけてたのかなとか思うんじゃないかな。よし、そしたら懐に足かせを入れるんだ。普通に足にカチッとはめちゃった。めっちゃバレてますぞ。寝ぼけているうちに檻に戻れ。コソ泥の異端者がいるのか？いないよ。そうか。いや、いたよな今。おいどこに隠れた出てこい。あれ、監視さん何かあったの？さっきの異端者はともかくお前は足かせ外しやがったか。大丈夫そうだな。というか、こいつらそもそも、檻に入れば攻撃はしてこないからな。ちなみに足かせ1個で時速16マイルまでスピード落ちたよ。我々が最高速を出せれば、振り切れるということになるな。まあその最高速が出せないのが問題なんだけどね。よし、そしたら赤まんじゅう、我々も暗殺スキルを磨くぞ。全く罪のない他の方を攻撃するのは気が引けますぞ。だがそれを繰り返して看守を気絶させれば、奴らから食べ物を奪えるかもしれないぞ。これは不可抗力ですからね。やる気になってくれたようで何より、その鍛錬の成果として、彼らを皆救うことになるかもしれないからな。はい、お付き合いいただいた以上、何らかの結果を出しますぞ。ちなみに救うとは一言も言ってないぜ。よし、そしたらまた監視さんも眠りが深くなっただろうから、マリギツネ作戦リベンジ行ってくるね。とりあえずバランスよく足につけてった方がいいかな？それでもいいぞ。よし、これで2人目。今回はバレなかったですな。よし、これで3人目だね。なんか見られている気が。私にはわからなかったが、業務のその感覚は鋭いからな。おい旅の者を、ここは立ち入り禁止だって、異端者か。監視さん寝ぼけてるんですか？また足かせ外しやがったか。よし、これからは奥段に使えるのだぞ奴隷よ。あれ？
どうしたヨウム？さっきの部屋、監視さんしかいなかったのに、奴隷服着た人が出てきたんだけど。あ、やっぱり監視さんだ。は？こいつら、同僚を奴隷にしやがったのか？となると足かせをつけているイコール奴隷判定か？そんなおバカさんなことあります？だが少なくとも、現にヨウムが行った何かにトリガーされて、看守が一人奴隷にされているわけだ。強いて言うなら、片方の看守は足かせついているが看守のままなんだよな。でも足かせつけてる以外やってないよね。まあただ、マリギツネ作戦は非常に有用ということが分かった。あれ、看守さんが奴隷にされたのはたまたま。みんな、この崇高な作戦を称賛したまえ。棚にあげましたな。さて、そうこう言っている間に朝である。もう仕事か。夜の時間も意外と短いですぞ。その時間をどう有効活用するかで、奴隷ライフか、自由をつかむかの分岐になろう。さあ、分かったらさっさと足かせをつけやが。気でも狂ったか。これは監視さんが正論です。しかし、さすがに牢屋の外で足かせを外すとボコボコにされちまうからな。ってあれ？私は仕事は？変なこと言ったから放っとかれたのでは？食料もらえないとかはないよな？どうだろ。さすがにこの空腹状態のまま夜まで放っとかれるのはまずいからな。しれっと別の牢屋に移動しようか。博士それは堂々と移動しすぎです。めっちゃ騒がれてますぞ。さすがに家の中の牢屋までは移動できないか。適当にこの辺にでも入ろう。よしよしこれで看守どもも手を出せないはず。闇のスパイに。おいおい。あちゃー、これは。博士、お疲れ様でした。人生まだくたばっちゃいねえよ。しゃあねえ、残酷なシーンは映せないからな。私たちのカットシーンで場を繋ごうかね。生きてるに決まってんだろ。なんだよ。あら、よかったね。あれ、今なんか変な感想こぼれてなかった？こぼれてない。おう、そうか。さて、イバンは今後 RIB の専属奴隷に任命するとして、私は看守の見張り付きの牢屋に移動することに成功。それに一体何の意味？ほら看守どもさっさと足かせよこしやがれ。またやってるよ。だがこれであれば、昼間に大量の足かせを入手することが可能。よくも任務から逃れようとしたな。お前の廃墟は処罰されねばならない。もはや看守さんが話しているのに堂々と。でもこれ、結構有用かもしれなくてよ。もうこの看守も壊れちまったが、機械的に足かせをいくらでもつけてくれ。もうちょっと人の心はないんですか？いずれにせよこれで足かせは10個。私の移動速度も、多分これ加減値なんだろうなというくらい限界に来ているぜ。ついでにもう足の筋肉もパンパンだ。もはや博士が動けなくなりますぞ。そうそう、あとどうやら仕事してるしていないに関わらず、牢屋にいるだけであっても、食料は最低限与えられるようだ。であれば、お昼にこうやって好き勝手した方がお得ですな。まあ、仕事だと言われればそうもいかないけどな。さて、あれから5時間ほど経ったわけだが。あれ、博士結局仕事の指示なしですか？ああ、とっても暇である。それにここにあるミートラップという食べ物。この空腹状態で目の前に食べ物を置かれるの、もはやただの嫌がらせなんだよな。まあその目に合うだけのことはしてますけどね。だが、かといってこの食べ物、今食べたらもったいないよな。できることなら、奴らから走って逃げるタイミング。そのタイミングに合わせて腹を膨らませたいところだ。皆も、食料には手を出さず、時を待つように。そういえば、私も仕事勝手に切り上げて牢屋入ったけど、一応再出勤はなくて済みそうだよ。ですがどうして看守さんたちがそんなに。まあ切られたよね、当たり前のように。何やってんの？ただ、ちょうどいい時間に牢屋に入れば、日中もうまく使って脱出の準備ができるってわけだ。労働のために動き回るだけでも、運動能力は上がるから、爪研ぎと両方バランスよくやらないと。認めたくはないが、間違っていないな。認めなさいよ。で、ほらちょうど翌9時過ぎに足かせ10個確保。これで10監視さんに足かせつけられるね。あ、博士どうする？ 10 人に1つずつか、1人20個か。というより同じ建物には2人ぐらいしかいないだろうからな。2人に5個ずつとかでもいいぞ。好きにプレゼントするといい。あい。さて、博士とヨウムはマリギツネ作戦するみたいですが、私はそもそも牢屋の空きを見つけられません。で、ちょうどいいところに元監視さんだった奴隷がいるんですよね。サンパーさん、ちょっとそこ変わってもらえます？代わりに私がその目の前の監視さん、ボッコボコにしますんで。ずるい。確かに、能力値の高い監視を、安全に暗殺スキル上げのダミー人形にできるわけか。さすがに私、この労働環境を考えると恨みが溜まってまいりまして。では存分にスキル上げを行うといい。もうちょっとサンパーさんに触れてやれよ。よしそれじゃあ、デイさんのマリギツネ作戦開始だよ。監視さん普通に起きてるよ。大丈夫。なんでそれ気づかれないの？暗いからね。よしそれじゃ。まずは足の装備を変えてあげて。よし、これでオッケー。一応この家、並びで3つ立ってるから、1人1個、最後の人だけたくさんプレゼントする方針で。いや待てよその家の並びに私いるんだが。あ、そうなの？じゃあ4人にプレゼントしとくね。
ってことで4人目。で、残りはこのチェストの中に保管しておこうかな。一応マリギツネのやろうとしていたこととしては、一人につき10足かせプレゼントなんだけどな。ただ、全員でないにせよ足かせをつけられた監視さんは奴隷になってしまうようですので、一定、数を減らしてからその作戦でもいいかもしれませんな。ああ、一理あるな。で、こっちはすでに片方の監視さんが奴隷にされちゃってるみたいだから、私の暗殺スキル上げに付き合ってもらおうかな。確率は 0% だけど、経験値にはなるでしょ。業務監視さん起きてきてるよ。こうやって静かにしておけば意外とバレないのよね。それじゃあこれで暗殺スキル、一気に上げちゃおうかな。精進すると良い。おらら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 ら。ちょっと待ってどういうこと？私にかかれば、まるで一振りに見えても、その間に7回ぐらい攻撃することも可能なの。いや、この拳マークついている時はあれの条件でステルス KO チャレンジできるんだが、モーションが終わる前に連続で攻撃するとモーションなしで攻撃できるってだけだ。よくわからないですけど私でもできるってことです？ああ、そういうことだ。ほほう。うらら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 。うらら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 。これはすごいですぞ。暗殺スキルがめきめき上がっております。それにしたって、こいつらをステルス KO できる確率が未だに 0% なんだよな。ですがノーリスクで経験値を得られております。これを繰り返せばきっと、監視さんたちであれ、サクッとステルス KO できるようになるはずです。良いぞ良いぞ。こうなってくれば我らの独壇場。ここから監視人形トレーニングで爆速でスキルアップだ。ついにやったか。暗殺スキルは24くらい必要そうです。それじゃあ私もノーリスクレベル上げだ。拳マークにならねえから効率は低いが、それでも十分な経験値を得られるはず。頑張れー。そういうことなら俺もノーリスクレベル上げ、やってみたいよな。おう、こりゃいい攻撃だ。騒いだところで監視たちはみんな寝てるからな。ってあれ？リスクあるじゃねえか。異端者だ。このものを捕らえろ。なんで俺の時に見つかるんだよ。私は無実なのに。いや十分トレーニングダミー化してたけどな。とりあえず牢屋に戻るぞ。そうですな。よしなんとかなったか？大丈夫そうです。足かせつけられただけで済んだか。だが、今晩のうちに低確率だが監視をステルス KO できるようになった。十分すぎる成果だ。ちなみに私もそれなりにレベル上がったから、33% の確率でステルス KO できるようになったよ。なんなら 53% の確率で担ぎ上げられるようになったし。ちなみに担ぎ上げれば、監視どもを牢屋にぶち込んで鍵かけることすら可能だろうな。まあ、47% の方引いたけどね。もう一回チャレンジすればなんとかなるさ。です。それだけ確率高ければすぐに。ってどれだけスキルレベル上がってる？ 36 まで上げた。マジかよ。良い調子だ。勝手に我々の装甲を羽織るなど、言語道断。お前の廃墟は処罰されねばならない。また一人、看守が奴隷にされたようだ。これからはオクランに使えるように。なんか、いいんですかね？これ。俺ら4人のせいで、多分もう4人くらい看守が犠牲に。まあ、彼らも仕事なんだろうが、それでも人権を無視した搾取を行った側だ。搾取される側の気持ちも、これで痛いほどわかるだろう。というかなんで私だけ労働に駆り出されてるの？いや、むしろ一日中貼り付けにされる方がきついですぞ。今、謎の力により使用者側が不足しているからな。謎じゃなくて今のところほぼ業務。私だけのせいにはしないでね。作戦名マリギツネ。いや、ギツネ作戦、よくできてる。私の今の暗殺スキルレベルさっき伝えたよ。はい、すいません。よろしい。ともかく、労働に駆り出されない人が増えるというのは、看守が着実に減っているということだ。この調子でどんどん、我々が好き勝手できる環境に作り変えていこう。それでは、マリギツネ作戦の結果、思わぬ副産物として看守が奴隷になり、施設側が崩れ始める一方で、夜間に着実に爪を研ぎ、寝ている看守相手になら何か偽装工作ができるだけの力を蓄え始めた。RYB の地道な抵抗を眺めながら、本日はここまでとしましょう。というか本当に今日一日貼り付け？それではご視聴、ありがとうございました。